はい、こんにちは。市中水明診断士のたけるです。今日もね、ブライン TM プロデュースチャンネルを見ていただきありがとうございます。今回もね、日韓から見るね、相性を説明いたします。市中水明ではね、相性の見方はね、様々ありますけども、初心者の方でもね、すぐに使えて、簡単にね、シンプルかつ、わかりやすいように、名式の基本となる日韓から5行の相関関係になぞらえて作成しました。相性はね、人間関係や恋愛仕事にもね、通じるところだと思いますので、参考にしてみてください。今回はね、気のとの相性から説明いたします。このようにね、このチャンネルでは今のあなたの本質、伸ばすべき長所や改善すべき短所や人間関係や価値観、仕事、才能、恋愛、健康、結婚悩みなど、自分自身がね、どういった人物なのか、自分はね、どんな性質を持っているかのね、わかるような説明をしていますので、自分をね、知りたいという方や自分らしく生きたいなんて方はね、手助けになるかもしれませんので、最後まで見ていただけたらと思います。市中ある中でもね、日中が一番重要視とされていてね、日韓は特にね、日中と呼び、自分自身を表します。いわばね、自分自身の塊であり、精神ということにもなるんですよね。ではね、早速説明していきましょう。木のと木のとの関係ですね。これは草と草との関係です。同類ではありますけども、仲が良くなるとは限りません。例えばね、穀物となる草にはね、雑草は邪魔な存在ですよね。雑草からすれば人々から感謝される穀物をね、嫉妬したくなる傾向にもあります。まあそんな中でもね、仲が良好になれば、麗しい草原のように相互が成長していく傾向があります。次はね、木のとと火の絵ですね。草と太陽の関係になります。木の絵と火の絵のね、関係に似ています。木のとにとってね、火の絵の光と熱はね、ありがたい存在です。しかし、太陽の光が苛烈すぎれば草はね、枯死してしまいます。木の絵よりも弱い木のとにとってね、火の絵との関係性にはね、細心の注意が必要になります。むしろ、火の絵がね、やや虚弱な方が、均衡が取れて、いい相性となる傾向があります。次ですね、木のとと火のとですね。草と灯火の関係と見ます。ただし、草はね、薪と違い、瞬く間に燃え尽きてしまいます。客観的に見ればね、木のとには相当な負担がね、かかっていることになりますよね。火のとは、その事実にもあまりにも無頓着になってしまいます。灯火がね、大きくなればなるほど、燃料が必要になるので、いい関係性を長時間続けるのは困難な傾向があります。次ですね、木のとと土の絵の関係ですね。草と山の関係です。畑と比較すればね、栄養に乏しく、草にとってはね、生きるのが困難な場所になります。すなわち、木のとにとってはね、土の絵は自らの手に余る存在でもあります。一方、山の土の絵にとっては、草の木のとはね、さほど重要な存在ではない傾向があります。相互に得るものが乏しい関係でもあるので、少し寂しい関係でもあります。次ですね、木のとと土のとですね。草と畑の関係です。草は作物と考えます。作物と畑ですから、両者の相性はね、申し分ないですよね。土のとは木のとをね、しっかりと支えます。草が枯れれば畑の養分となるので、両者は持ちつ持たれつの関係でもあります。ただし、あまりにもね、土のとが強弱だと、木のとは大きく育ちません。木のとがそれにね、不満を感じる可能性がある傾向があります。補足ですが、木のともね、土のとも、漢詩の実もね、それぞれ漢字が似ていますので、注意しましょう。次ですね、木のとと、蚊の絵の関係ですね。草と鉄の関係です。蚊の絵は草刈り機とみなしてください。草刈り機は草をね、瞬く間にして、刈り取ってしまいますよね。ですので、木のとは、蚊の絵にね、圧倒されてしまいます。ですからね、蚊の絵が強すぎないことが相性の開運の秘訣でもあります。次ですね、木のとと蚊のとですね。草とハサミの関係と考えましょう。草花がハサミで綺麗に切られ、花瓶に飾られている姿をね、想像しましょう。蚊のとがね、木のとを上手にね、制御することで、木のとの美点が引き立ちますよね。ただし、仲が良すぎて、墜落することもありますので、注意しましょう。ですから、親しき中にも礼儀があるっていうことがね、似合いますよね。次ですね、木のとと水の絵ですね。草と海の関係ですけども、これはね、海ではイメージしにくいので、川と考えます。草は川の水と恐れてしまいます。洪水が起こるとね、草は根こそぎ流れてしまうからですね。恐怖を逃れるために、木のとはね、常に水の絵の機嫌を取るようになってしまいます。真の友情やね、愛情を育むにはね、水の絵が木のとにね、配慮する必要がある傾向があります。次ですね、最後、木のとと水のとですね。草と雨はね、強いつながりを持ちます。雨が降り注ぐことで、草はね、成長しますよね。これと同じように、水のとはね、無償の愛を木のとに注ぎます。しかしね、水を与えすぎるとね、草は根腐れをしてしまいますよね。ですのでね、水のとが木のとにね、干渉しすぎたり、木のとがね、水のとに依存しすぎたりすると、
関係が壊れてしまうので注意しましょう。ではね、今日はここまで。実際ね、一生の運命でしたり、宿命を見るときはね、すべての名式やバランスを見なければいけませんが、今回はね、簡単に5行から見る相性を説明いたしました。この占いでね、皆さんの身の回りの人間関係がお役に立てれば幸いでございます。またね、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックなどやっていますので、配信情報など発信していますから、友達追加の方よろしくお願いします。今日もね、見ていただきありがとうございました。ではね、またお会いしましょう。バイバイ。